皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいる奈良県では、今日はすごく雨が降っていたんですね。雨が降って、雷もゴロゴロと鳴っていたんですけど、今は少しずつ晴れてきました。そして最近気温が暖かくなったり涼しくなったりして、すごく気温差が大きいんですね。なのでとても風邪をひきやすい時期なので、実際に私も今少し喉が痛いです。皆さんもお体に気をつけて毎日過ごしてくださいね。では早速今日のポッドキャストに入っていくんですけれども、今日のポッドキャストはいつもこの動画を見てくださっている方がリクエストしていただいたお話です。ありがとうございます。そしてその方がですね、日本旅行に来るとのことだったので、私的におすすめしたい観光地、観光の場所と、あとどうやってもっともっと日本旅行を楽しむか、そういった楽しむ方法についてもお話ししていくので、日本旅行に来る予定の方はもちろん、来る予定はないけど、日本語を勉強したいという方も、よかったらこの動画を最後まで見ていってくださいね。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけれども、まず一つ目にお話ししていくのが私のおすすめの場所です。私が日本旅行に来る皆さんにおすすめしたい場所です。これはどこかと言いますと、小豆島です。小豆島。皆さん聞いたことありますか？きっと皆さん、日本で有名な場所といえば、東京、大阪、京都とか都会ですね。結構ワイワイ賑やかな場所が多いと思うんですけど、なんで私が違うところを紹介したかというと、一つ目の理由は、私が紹介しなくてもきっと皆さんね、もう知ってらっしゃると思うので、私が好きだった場所、そういったところについてお話ししたいって思ったのと、私は東京とか大阪みたいなちょっと賑やかなワイワイしたところがあんまり得意じゃないんですね。少し苦手なんです。人が多いところが。なので今日お話ししていく場所はちょっとそういったところよりもゆったりのんびりしたような、そういったところが好きな方におすすめです。なのでそういう結構自然に触れ合いたい方とか、あんまり人が多いところじゃなくて、ゆったりした自然と触れ合いたい方、そういった方におすすめの場所です。そしてこの小豆島なんですけれども、この小豆島は日本の島です。皆さん、島ってご存知ですか？島は海に囲まれていますね。海に囲まれています。なので、フェリーで行く必要があるんですね。ちょっと東京や大阪は新幹線とか電車で行けるのでかなり便利なんですけど、私が今日紹介する小豆島は少し行きにくいので、そういったところではちょっとっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、でもね、そういったフェリーに乗るっていうこともすごくいい思い出になると思うので、気になる方はぜひこの動画をね、聞いていってもらえると嬉しいです。そしてこの小豆島についてなんですけれども、この小豆島、有名なものはオリーブです。オリーブ。皆さん、オリーブ好きですか？ちなみに私はオリーブが本当に好きで、そのままね、パクパク食べちゃうくらい好きなんですけど、皆さんも好きでしょうか？こうやってね、結構そのままオリーブを食べるっていうのは日本では珍しいみたいで、友達とか家族の前で食べるとちょっとびっくりされることが多いんですね。でもオリーブは
健康にも美容にもとてもとてもいいので、そういったことに興味がある方もぜひぜひ小豆島に行ってみてほしいなと思います。オリーブ本当に美味しいですよ。そしてもう一つ有名なものがあって、これは醤油です。醤油。皆さん醤油ってご存知ですか？醤油っていうのはきっと日本旅行に来たことがある方やお寿司を食べたことがある方は絶対と言ってもいいほど知っている方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、この醤油はとてもとても日本料理にとって大切なものなんですね。私も実際にご飯を作るときに必ずと言っていいほど醤油を使います。なので醤油は本当に日本にとって欠かせないもの、必要なものなんですね。この醤油が有名な場所が小豆島です。そしてこの醤油はですね、実は400年以上の歴史があります。小豆島の醤油には400年以上の歴史があるので、そういった日本のことについて知りたい方にもぴったりな場所です。そしてですね、他にも皆さんにすごくおすすめな場所があって、これはエンジェルロードと呼ばれる場所なんですけれども、小豆島にあるんですけど、このエンジェルロードは砂の道です。砂の道。これはですね、皆さん潮の満ち引きってわかりますか？潮の満ち引き。海が引いたりしますよね。こういった潮の満ち引き。これがきっかけでできる道なんですけど、1日にたった2回しか見ることができません。なのですごくすごく特別なものなんですね。そしてこのエンジェルロード、実は大切な人と手をつなぎながら歩くと願いが叶うというふうに言われています。なので皆さんも家族や大切な人、パートナーとかと一緒に、手をつなぎながら歩いてもらえたらいいなと思います。こんな感じで私がおすすめする場所、小豆島についてお話ししたんですけれども、今からお話ししていくのは、例えばバイクで観光をする方、そういった方向けのお話です。このリクエストをしてくださった方は、バイクで日本を回るとのことだったので、そういったバイクに乗られる方や、例えばレンタカーを借りて日本で運転をして観光する方、そういった方におすすめな場所を紹介します。これは道の駅です。道の駅。皆さん、道の駅という言葉聞いたことがありますか？道の駅っていうのは、一言で言うと休憩所のようなものなんですね。休憩場所。そして休憩するためだけじゃなくて、地域との関わり、そういったものを大切にしている場所なんですね。なので、バイクや車の運転ってすごく疲れますよね。そういった時に、疲れた時に休憩するために行くのもありだし、私がおすすめしたいのは、その土地で有名なもの、特産品ですね。特産品を食べたり手に入れたり、そういったことをするためにおすすめの場所です。どういうことかというと、特産品というのはその土地で有名なものです。例えば私が住んでいる奈良だったら、奈良ではイチゴが有名なんですね。とてもとても美味しいです。なので、奈良の道の駅に行くと、きっとたくさんのイチゴが売られています。たくさんのイチゴがあって、それを買うこともできるし、レストランとかでイチゴのかき氷とか、そういったものが食べれる場所もあります。なので、道の駅に行くと、その土地で有名な特産品、そういったものを食べたり買ったりできるので、ぜひね、そういう風に日本一周、バイクとか車とかで日本を回るという方は、ぜひぜひそういった地域のものを楽しむことで、もっともっと日本旅行が特別なものになると思います。なので皆さん、気になる方はぜひ行ってみてくださいね。
そして実はこれは私もびっくりしたことなんですけど、道の駅について調べていると、なんと温泉がある道の駅もあるみたいなんですね。皆さん温泉は好きですか？温泉が好きな方、きっとたくさんいらっしゃると思うんですけど、その温泉がある、その温泉に入ることができる道の駅とかもあるみたいなので、ぜひね、運転で疲れた後に温泉に入って疲れを癒して、そしてまた日本旅行を楽しむ、そういった風に、道の駅を楽しんでいただけると嬉しいなと思います。では今日はこんな感じで私がおすすめしたい場所と、そして私がおすすめしたい楽しみ方、日本各地の楽しみ方についてお話しさせていただきました。今日お話しした中でも道の駅は特におすすめなので、日本一周とかを考えている方はぜひぜひ試してくださいね。きっと皆さん何か素晴らしい特産品に出会えると思います。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。そしてこの動画をリクエストしてくれた方、本当にありがとうございます。日本旅行楽しんできてくださいね。皆さん今日の動画も楽しんでいただけましたか？いいなと思ってくださった方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。